皆さんこんにちは。今回はブラストキャビネットを買ったので、ブラストできるスペースを作ろうと思って倉庫整理をしてみたんですが、倉庫整理を始めたら NSR の部品が結構出てきて、こんな部品買ってたっけってものが結構あって、思い出してみると、確かに昔ホンダの純正部品が再販になる前は一時期ヤフオクとかで部品を落札しまくる病気になってたんで、でかいパーツは覚えてるんですけど、細かいパーツとかは落札して届いた後箱も開けずに放置したものが結構出てきました。ここ最近急に NSR も値段が高騰しておかしなことになってますけれど、それ以前から乗ってた人は割と部品溜め込んでる人多いんじゃないですかね。それで倉庫内にあったものをかき集めたのがこれなんですが、他にもミッションとか確か数セットあるんで、フレームとスイングアームを購入すれば1台作れそうなんで、フレームを買っちゃいました。以前に SP の不動車を購入して起こしてるんですが、その時はボルトの固着との戦いだったんで、それに比べれば全バラ状態なんで、楽っちゃ楽ですね。それで作成する車両は MC21 の後期型を作ろうと思います。どうせ作るなら SEC を作りたいんですけれど、パッと見たところ鑑識クラッチは1セットあるみたいなんですが、減水フォークは1本だけしか持ってなくて、もう1本作るには中のダンパーが必要で、それが手に入ったらリアサスと合わせて SE 化する感じですかね。動画ではフレーム周りから始めてブッシュ交換からやってるんですが、以前はソケットとかはめて古いブッシュを完全に抜いてから新しいブッシュをはめてたんですけれど、今はもうそれがめんどくさくなってしまって上から直接はめ込んでます。次にステムベアリングの交換をします。上下とも長いマイナスドライバーとかでぶったたけば取れます。そしてこの後新品のベアリングの受け側をはめるんですが、専用工具を持ってればそれでやればいいんですけれど、当然持ってないのでリングを反対にして打ち込みます。これを上下ともやってフレームの準備は終了です。そしてガルアームなんですけれど、これも結構汚れがひどくてどうしたものかと思ったんですが、ブラストキャビネットには入らないものなんで仕方ないので、このクソ寒い中外で手動ウェットブラストをしました。次にベアリングの下側の受けを外します。ラスペで吹いて叩いたら割と簡単に外れました。次、下側のベアリングの受けをまた打ち込むんですけれど、これは先ほどと同じようにリングをまた逆向きに入れて使わなくなったフロントフォークで打ち込みました。次にピボットシャフト部分のオイルシールとベアリングを交換します。もう見た目でオイルシールのリップ部分がボロボロだったんで、案の定ベアリングを触ってみたらゴロゴロしてました。オイルシールを取るとでかいクリップが見えるので、それを取った後プーラーでベアリングを2つ抜きます。ここにはオイルシールがついてないベアリングが2つ入ってます。抜いたら軽く清掃して、その後オイルをちょっと塗ってベアリングを2つ打ち込みます。この2つのベアリングはオイルシールがついてないのでグリスをたっぷり塗って打ち込みます。左側のローラーベアリングを交換する場合は圧入の指定があるので、交換する前に目印をつけておいた方がいいですね。この後やるクッションアームのベアリング交換で全く同じことをやります。左右のオイルシールを外した後、ベアリングを抜いて再度打ち込むんですが、事前に目印はつけておいたのでそれに合わせて圧入します。動画の最初の方でやったチャンバーブッシュの圧入方法と同じ方法で 5.5 まで圧入しました。これ落札したガルアームにもともとついてたチェーンスライダーなんですけれど、後ろの部分が残ってても大概前の方はゴムが硬化しちゃってもう砕き散ってるんで、大体使い物にならないですね。中華の安いやつとかも出回ってますけど、ここはおとなしく純正を購入しときました。取り付けに関しては前方ははめ込み式で、後ろでネジで1本止めてるだけです。今回バラしてあるんで楽ですけど、通常につける場合は過去何回かやりましたけど、結局リンクボルト外してやるのが一番早く終わりますね。
これはフレームとスイングアームをつなぐピボットシャフトなんですが、このエンジンストッパーリンクのブッシュ交換をしたいと思います。ブッシュ自体はボロンタロとかで安く手に入るんですけれど、このカラーはもう廃盤になってますね。ブッシュ交換したところでカラーがダメだったら、結果同じなんで、そういった場合は社外品でリペアキットとか出てますんで、それを購入するしかないですね。この部分にガタが出るといろんな悪影響が出るんで、できればエンジンマウントと合わせて真っ先に交換する場所ですね。両方こんな感じで抜いて、その後ブッシュを圧入します。どうせなんでリンクも再塗装してブッシュを圧入しました。とりあえずスイングアームができたので、それを取り付けます。スイングアームの横方向のクリアンスを調整するアジャストボルトとロックナットを仮止めしておきます。アジャストボルトは先端がフレームの内側と平行になるまで回します。その後エンジンストッパーリンクの準備をして、ちなみにカラーは入る方向が前後で違います。ピポットボルトとエンジンストッパーリンクにグリスをベタベタ塗っときます。その後スイングアームを持ってきて位置を合わせてピポットボルトを差し込んで、反対側をボルトで仮止めしときます。これでスイングアーム周りが終わればいいんですけれど、まだこのクッションコンロッドのベアリング交換が残ってます。それでこのクッションコンロッドのベアリングなんですけれど、圧入がすげえ中途半端な場所なんで、抜く前に深さを計測しとかないとめんどくさいことになります。抜くこと自体はプーラーで普通に抜けるんで問題ないんですけれど、圧入するときがちょっとめんどくさいですね。それでこの部品はまだ純正部品で出たんですけれど、品番でモノタロで探したら全く同じものがもっと安く出てたんで、そちらを利用しました。それで一応なんですけれど、このニードルベアリングを入れるとき叩いてよいっていうわけじゃないんですけど、上になるのは文字が書いてある方です。その後ニードルベアリングにグリスをベタベタ塗ってオイルシールを4箇所はめて、そしてカラーもまだ新品で出るので3箇所全部交換しました。その後全部仮止めしました。本締めは最後に車重がかかった状態でやるつもりです。バラしたことがある人は知ってるかと思いますけれど、リンクプレートには方向があるので一応確認しておいた方がいいです。そして最後にこの多分抜けてるサスペンションを取り付けます。SE 化するときに交換ですね。とりあえずスイングアームの仮組みが終わったのでフロント周りをやっていきます。ここら辺はグリス塗って組み立てていくだけですね。それで完成までは一応全部自分でやるつもりなんですけれど、公道に出る前にバイク屋さんに預けてもう折れがないか点検してもらうつもりです。所詮素人レベルでやってることなんで、やったつもりになってるっていうのが結構過去にもあったんで、そういった部分指摘してもらえるのと安全のためですね。で動画に戻りまして、このステムアジャストナットなんですが、締め付けトルクが 2.5 なんですけれど、ステムソケットなんて持ってないのでここは感覚で締めます。ここら辺はそれぞれ好みがあると思うんで、自分に合わなかったらまた再調整すればいい感じですね。その後ロックワッシャーとロックナットを入れてロックワッシャーの爪を曲げます。次は前後のホイールのベアリング交換を行います。今回の動画は車体周りが中心なんで、ベアリングを外してつけるだけの繰り返し動画になってしまうんですが、動画的にはちょっと微妙なんですけれど、やらざるを得ないんでとりあえず進めていきます。前後についてたベアリングを、手で回して確認してみましたけれど、回りはしましたが放置期間が長いんで状態はあんまりよろしくないですね。もう途中からめんどくさくなってベアリングをちょっと抜いたらその後は叩いて抜いてます。リアホイールはハブベアリングとホイールベアリングの合計3箇所を外すんですが、ついでにホイールのカラーも交換したかったんですけれど、純正品は廃盤になってましたね。社外品があるので、いざとなればなんとかなります。外してみたら表側のベアリングのゴムシールはそれほどでもなかったんですけれど、裏側はもうボロボロでした。
今回は前回ホイールからベアリングを抜いたので打ち込んでいきたいと思います。全部市販品で注文しました。今フロントホイールのベアリングの打ち込みをやってるんですが、マニュアルだと最初に右側のベアリングを下に当たるまで打ち込めとなってますんで打ち込みます。その後ディスタンスカラーを入れて左側のベアリングを打ち込んでいきます。左側のベアリングはディスタンスカラーに当たる直前で一回ちょっと止めて、そこから慎重に打ち込んでいきます。ベアリングのインナーレースがディスタンスカラーに当たってカタカタ言わないぐらいまで打ち込みます。打ち込んでもカタカタ言ってる状態ではまだ打ち込みが足りない状態です。それと打ち込む時にソケットを代用して使うことがあると思うんですけれど、ソケットだとアウターだけぶったたくんで、左側をソケットで圧入するとインナーレースとアウターレースを平行に叩けないので、ベアリングのインナーレースがディスタンスカラーに当たった時にセンターがずれるので良くないらしいですね。ネジロック剤は中強度を使います。以前によく調べもせずに強硬度のやつを購入して使ったら完全固着してしまってえらい目に遭いましたね。続いてリアホイールのベアリングの打ち込みを行うんですが、マニュアルだとベアリングに先にカラーを打ち込めてあるので打ち込みました。その後同様にハブにもベアリングを打ち込みます。そしてリアホイールも右側のベアリングはフロントホイールと同じく下に当たるまで打ち込みを行います。その後ダストシールを入れました。ディスタンスカラーを入れた後、ハブ側のベアリングを打ち込みます。ハブ側のベアリングは先にカラーを取り付けてあるので、カラーとベアリングのインナーが直結しているので、あんまりぶったたくとひょっとしたらセンターずれるかもしれないんで、ここは別の方法で圧入してみました。結果はあんまり変わんないかもしれませんけれどね。リアのディスタンスカラーもカタカタ言わない程度に調整したら、リアのスプロケットを取り付けます。スプロケをつけた後、リアハブをボルトオンしてダストシールとカラーを取り付けて終了です。ディスクのボルトにまたネジロック剤をつけておきます。あとは規定トルクでディスクのボルトを締めて終了です。その後シートレールを取り付けました。今回はこのフロントフォークを分解するんですけれど、交換する部品はダストシールとオーリングとブッシュ類ですね。ボトムケース下のソケットボルトから外していくんですが、このボルトの取り外しで過去何回もはまってるんで、ここではまるのが嫌なんでこのエアインパクトを購入したぐらいです。2本ともボトムケースのソケットボルトが外れたので、フォークオイルを抜いた後、ダストシールとオイルストッパーリングを抜きます。この2つを抜くとボトムケースからインナーチューブが抜ける状態になるんで引っこ抜きます。それで購入したのを忘れてたフロントフォークを引っ張り出してきて部品を取り付けていきます。最初にインナーチューブにスライダーブッシュをはめ込んで、ダンパーの先にオイルロックピースをはめ込んだ後、組み立てを行っていきます。ボトムケースのワッシャーは再利用できないので必ず新品を取り付けます。ダンパーをボルトで固定します。マニュアルの締め付けトルクで締めておきました。新品のガイドブッシュを入れた後にバックアップリングを入れます。それでその後叩き入れるんですけれど、一応専用工具を使ってますが、別にホームセンターで売ってるこの塩ビパイプで十分ですね。その後ダストシールを入れるんですが、ダストシールを入れる時にリップ部分が傷まないようにビニールテープを巻いておきます。ビニールテープを巻いたらインナーチューブにシリコングリスを塗って滑りを良くしておきます。そしてこの後ダストシールをオイルシールストッパーリングの溝の下まで叩き入れないといけないんですが、今回初めて純正品を使わずにちょっと安い純正同等品のものを社外品で購入してみたんですが、全然ダメでしたね。そしてその後フォークオイルを入れて油面調整を行います。入れるオイルの量は 425cc で油面は 120cm です。
オイルはちょっと多めに入れて、その後余分な分を抜き取る感じですかね。フォークオイルを入れたらインナーチューブを5、6回ストロークさせて、その後ダンパーのピストンロッドを10回程度上下させます。その後フロントフォークを垂直にして泡が出なくなるまで放置します。泡が出てないのを確認したら、ここからやっと油面の調整を行います。この調整は専用ツールを使った方が早く終わるんで、専用ツールを使ってやりました。Amazon かなんかで買った安物ですけどね。油面を合わせたら、その後スプリングとかその他の部品を取り付けて完了です。ちなみにスプリングはピッチが狭い方が下です。それとフォークボルトのオーリングやプリロードのオーリングは全部交換しときます。この後車体を引っ張り出してきてフロントフォークを取り付けました。DSR もさすがにもう30年以上前の車両なんで、ゴム製品なんかは特にもう劣化して使い物にならなくなってるんで、オーリングやシール類は全て交換してます。それとベアリング類も、たとえ今ついてるものが使えそうであってもいつまで使えるかもわかんないんで、交換してもそれほど金額的に高いものでもないので、基本部品として出るものは全部交換してます。そして足回りでまだブレーキが残ってるんですが、私みたいな素人がブレーキ動画を作ると危険なものが出来上がるので、交換した部品とその金額のみの発表にしたいと思います。特に放置車両はマスターシリンダーの状態やピストンとか腐食の問題があるんで、部品を交換したらはいそれで OK ともいかないのでやめときます。それでは早速リアブレーキで交換した部品を見ていきたいと思います。リアキャリパーは割と細かい部品まで出てましたね。唯一出なかったのが11番の SIM-A ぐらいでした。次にマスターシリンダーの交換部品なんですが、ここも純正部品でほぼ出ますね。当然フロントのマスターシリンダーの部分の部品も結構出るので、そこもあんまり心配する必要はないですね。ただブレーキ周りはもしディスクがもう使用限度に来てたり、ピストンが腐食で使えなかった場合は、これらを純正品相当で新品で購入するってなると、ブレーキ周りの交換部品だけで軽く10万超えてしまうので、ヤフオクとかでベース車両を購入するときはその点だけちょっと注意した方がいいですね。今回は割と細かい部分ばっかりなんですけれど、ステップ周りのゴム部品とかが結構ベロベロに伸びてて、もう役目を果たしてないので、純正でまだ部品が出るので注文しました。これはシフトのダストカバーなんですけれど、ベロンベロンに伸びてて本当に同じサイズのものなのかちょっと心配になったんですけれど、はめてみたらちゃんとはまりました。かなりきつかったですけどね。シフトのラバーとかもまだ新品で出るので、これも交換しときました。とりあえずメーター周りの電球とかも交換したんですが、後で LED 化はしたいですね。純正の状態だとヘッドライトとか暗すぎて全然前見えないですからね。それでグリップなんですが、今回はロッシュグリップを使いました。 NSR の純正のものは注文したんですけれど、品切れなのか廃盤なのか注文できませんでした。ロッシュグリップはセンダボとかに使われているグリップで、握り心地は柔らかくてしっとりした感じですね。それと状態があんまりよろしくなかったレバーとピポットボルトは交換しときました。そしてアクセルワイヤーなんですが、現在は注文できないみたいですね。前回の再販部品の時に予備で買ってたんですけれど、それはもう使ってしまったんで、予備で取ってたものを再度グリスアップして使用しました。鑑識用のクラッチワイヤーと RC バルブのケーブルはまだ純正新品で出るので、これは購入しました。クラッチワイヤーは鑑識用と試式用で長さが違うので、購入するときどちら用かよく確認した方がいいと思います。あとはワイヤーの取り回しをマニュアルで確認しながら組み立てていくだけですね。ただステー類はもう純正部品で出ないので、一部ないものがあったんでヤフオクで探すのが、結構大変でしたね。その後ホコリまみれの純正カウルを引っ張り出してきて、以前に紹介した XJR のヘッドライトを取り付けます。ライトのカバーもまだ新品で出るので、これも購入しときました。
そして次にエアフィルターの交換を行いました。ここはフィルターが詰まってない限り不調の原因となることは、あんまりないんですけれど、新品で出るんで一応交換しときました。基本ただはまってるだけなんで引っこ抜いて入れ替えるだけです。フロント周りを組み立ててみたんですが、スイッチボックスだけやけにボロいんで、これは社外品で結構出てるんで新品を購入して交換したいと思います。次にハーネスの取り付けに入るんですけれど、見ての通りリミッターカットの跡があったり、ライトの配線がぶった切られたりしてるんで、これをとりあえずノーマルの状態に戻して取り付けたいと思います。レギュレーターも対策前のものがついてるんで、これもちょっと交換しないとダメですね。あとはマニュアルを見ながら配線の通し方を確認して取り付けるだけです。ハーネスは無事引き終わったんで、次はフロントカウルを取り付けていきたいと思います。フロントカウルを取り付けたらなんかだいぶ形になってきました。次はやっとキャブレターです。ジェット類やその他の消耗品に関してはキースターのオーバーホールキットを購入して、それで全部交換したいと思います。実際にバラしてジェット類を確認してみましたが、洗浄したところで使えるもんではありませんでしたね。ここまでやってきて、よく NSR 部品がないとか言われてますけれど、割と純正部品は出るので、そして社外品も含めればほぼカバーできるんで、今までやってきて特に困ったっていうのはあんまりありませんでしたね。リアサスは結局ヤフオクで購入してオーバーホールに出しました。 PGM はもともと予備を 2,3 個持ってたので、それを修理に出しました。以前は PGM がパンクしてるジャンク品とかは 4,5 千円で買えたんですけどね。減水フォークの中身が手に入ったので、両方減水付きのフォークに変えました。クランクはあえて純正の新品にしました。まだ純正で新品を出してくれてるホンダ応援ということで、やっと車体周りの組み立てが終わったので、エンジンの組み立てに入りたいと思います。とりあえずクランクケースカバーの組み立てをします。ちょっと苦労したのがメカニカルシールを抜くことぐらいでしたね。手元にあるウォーターポンプシャフトは全部割れてるので社外品を購入しました。それとシール類も全部交換しました。5、6年前まではヤフオクにも割とジャンクエンジンが出てきて、センターシール抜けてる湿式のエンジンだとだいたい3万以内で手には入りましたね。当時からもちろんヤフオクなんで当たり外れはありましたけれど、私が買った湿式のエンジンはクランクシャフトが抜けてる以外はシリンダーもその他部品も全部使えましたね。センターシールが抜けて放置されたエンジンが丸ごと安い値段で落札できたのがギリギリ5、6年前って感じですね。それと前は今みたいに部品が細かく分類されて出品されてるわけではなくて、出品自体がエンジン周り式と補給類みたいな感じで、使えるか使えないかは別としてごちゃ混ぜでまとめて落札っていうパターンが結構多かったんで、ある意味欲しい部品以外もいっぱいついてくるような状況でした。なので今みたいな一点一点のパーツを送料かけて落札するってなるとちょっと金額的には厳しいもんがありますよね。カウル類も状態がいいものは、当時もそこそこの値段しましたけれど、ちょっと傷が入ってるやつは、3,000円とか4,000円で落札できました。感覚的にはヤフオクの落札金額が私が落札した頃の金額と比べると5倍ぐらいになってますね。それで動画に戻りまして、クランクケースの組み立て自体は部品点数がそんなに多くないので、ポイントさえ押さえてやれば普通にできます。やっぱり最初このクランクの組み替え作業をやった時は本当に動くんかなこれと思ってかなり不安になりながらやってましたが、2回もやるとただ単にめんどくせえなぐらいしか思わなくなりますね。それと車体の振動の面から言うと、マウンティングラバーはさすがに30年経ってると
させてるので、乗り心地の面からもNSR はバランサーがついてないので、いつ廃盤になるかわかんないので、交換できるうちに交換した方が良いと思います。次にシリンダーの分解を始めます。目的は RC バルブ周りのカーボンの除去ですね。この分解したシリンダーはカーボンはそんなに溜まってませんでした。ただ物によっては、中古で買ったりすると結構溜まってて、そのまま使うとカーボンの蓄積で RC バルブが動かなくなって PGM がパンクしてしまうので、分解作業が発生した時になるべく一緒にやらないとダメな作業ですね。 PGM をパンクさせると自分で直せる人以外は業者さんに頼むしかないので、数万円飛びますね。私は一人で作業するので、もうこの時点でクランクケースをフレームに乗せてしまいます。マニュアルだとエンジンを固定するのはチェーンを引っ張った後にやれと書いてあるので、その通りに従います。エンジンを組み上げて持ち上げるのは一人だと結構辛いんで、毎回この方法をとってます。今回はピストン周りから組み立てていきます。持ってるシリンダーは B シリンダーなので無印のピストンを購入しました。一応今回購入した純正部品とその金額を載せておきました。この辺の交換に関しての動画は1回上げてるんで、軽くポイントだけ流していくような感じですね。車両自体はもう3月に完成していて、それから3000キロちょっと走ってるんですが、特にトラブルもないんで間違った組み立てはしてないと思うんですけれど、素人作業なんで参考程度にしてください。ピストンに関してはピストンリングの上下を間違わないことと、クリップの位置を切り欠きと逆にすることぐらいですかね。あとそれと取り付けるときに取り付ける方向を考えてクリップを取り付けないとめんどくさいことになるので、方向だけ確認してクリップをつけた方が良いです。あとはピストンにツーストオイルを塗ったくってピストンリングを握ってシリンダーを差し込むんですが、差し込むときにあんまりグリグリ左右に振るとリングがポートに引っかかる場合があるので、それだけ気をつけた方がいいですね。その後シリンダーを規定トルクで締めて、1箇所専用工具じゃないと締めれない場所があるんですが、毎回手で締めてますけれど今んとこ大丈夫ですね。そしてピストンがスムーズに動くのを確認したらシリンダーヘッドを取り付けてシリンダー部分は完成です。販売台数が多かったので中古部品も結構流通してて、消耗品に関してもほぼ純正部品で出てるのでしばらくは多分大丈夫ですね。エンジンの組み立て自体は交換したい部品が揃っていればツーストなんでそんなに時間はかかんないんですけれど、自分で全部やろうとすると一番大変なのがパーツリストを見てどの部品が出てどの部品が出ないのかを調べることが一番時間かかりますね。なのでエンジンばらした時にだいたい交換するであろう消耗品は今回載せておきました。それとゴム製品のオーリングとかそういったものはさすがに30年経ってるんでもう結構カチカチになってるものが多くて全部交換でしたね。オーリング類は純正部品で注文すれば確かほとんど出たんで、エンジンばらした時には交換した方がいいですね。ただゴム製品の中で唯一ちょっと気をつけなくちゃいけないのがインシュレーターなんですが、値段がめっちゃ高いんですよね。前回の純正部品の再販の時に購入したんですけれど確か2万ぐらいしました。今回の組み立てに際しても、交換したのはオーリングとベアリングとオイルシールぐらいですかね。カセットミッションも全部ばらして交換しようと思ったんですけれど、予備もあるし今のやつがそれほど動きも悪くなかったんでそのまま使いました。ミッション側の組み立てで忘れちゃいけないのがカセットミッションとキックギアのバネを引っ掛けることぐらいですかね。
そして最後にプライマリーのオイルシールを交換して組み込んでミッション側は完成です。キックを取り付けてギアオイルを入れてスムーズに動くかが一応確認しておきます。クラッチの部品はアウター以外はまだ純正で出るので新品で交換しました。鑑識クラッチなんでもともと交換作業は楽勝なんで規定トルクだけ守って取り替えれば特に問題はありませんね。このクラッチリフターピースのオーリングを交換するときに入れるのがちょっと大変だったくらいですね。あとはワッシャーのアウトサイドの方向だけ確認して規定トルクで締めるだけです。ここを締めるときはユニバーサルホルダーか何か持ってないとちょっと厳しいですね。そしてナットの切り欠き部分を最後叩いてかしめます。あとはマニュアルに沿って注意を必要とする部分にオイルを塗っておしまいです。クラッチはプレート B を入れてその後ダンパーディスクを入れた後プレート A とディスクを交互に入れていくだけです。ここで注意するのはプレートが表と裏があって角が丸まってる方がケース側になります。ダンパーが、ちっちゃなゴムなんですけど1個480円もするのにちょっと驚きましたね。今までの経験からすると消耗品をちゃんと交換して弱点対策をしとけば MC21 以外は知りませんけど全然壊れないですよね。1台はクランク交換せずにもう4万キロ以上走ってますけど未だにセンターシール抜けてないですね。どっちかっていうと走行距離よりも放置期間が長い車両の方がセンターシールすぐ抜けますね。定期的に乗って潤滑させないとやっぱりダメみたいですね。なのでよく低走行で高い価格で出てるもんありますけれど普通に考えればもう販売から30年経ってて1万キロ以下とかっていうのは放置期間が長いってことなんでセンターシールの状況を考えると決して良い車両とは NSR の場合言えないと思います。電装側は特に注意する点そんなないんですけれどこのニュートラルセンサーを取り付けるとき先のピンがすぐ曲がってしまうんでちょっと注意した方がいいです。最後にフライホイールを規定トルクで締めて終了です。結局チェーンとスプロケはキットが販売されてたんでそれ買って取り付けました。スプロケとチェーンを取り付けてこれでエンジン周りはほぼ完成ですね。そしてエンジンから出てる配線をハーネスにつなぎます。リードバルブとインシュレーターを取り付けるんですがリードバルブはゴムの部分が結構へたったりして隙間空いてる場合があるんでそこだけ確認した方がいいですね。その後タイヤの前後の交換をしたんですけれどまだ溝はあったんですがもうカチカチだったんでさすがに交換しましたね。チェーンはカシマリ君を買って取り付けたんですけれど初めてやっても割と簡単にできましたね。エンジン周りがだいたい出来上がったんで補給類を取り付けていくんですけれどオイルタンクとかは中古部品で買うとフィルターが詰まってる場合があるんで必ず清掃した方がいいです。そしてオイルポンプの取り付けなんですが注意する点はワッシャーが立ってないか入れる時に確認するぐらいですかね。電装品はまだ純正で出るので、特に社外品使う理由もなかったんで全部揃えました。リレーとかプラグコードを固定するゴムも何気にまだ出たんでこれも交換しときました。あとは細かい部品をどんどん取り付けていくんですけれど
唯一ちょっと気使うのが RC バルブの取り付けぐらいですかね。 RC バルブのガイドを取り付けるとき逆ネジなのと、マニュアル通りにつけるか手で触って全開調整にするか悩むぐらいですね。ラジエーター周りのホースとかの交換部品はまだ純正で全部出るので、水回りはさすがに30年前のものを使うわけにいかないんで全部交換でしたね。ついでによくサビサビでちょっと見た目がよろしくないホースのバンドもまだ純正で出るので、これも交換しときました。それとラジエーター固定のグロメットや PGM 固定するグロメットとかもまだ出るんで、結構変形したりしてるんで交換しときました。オイルポンプの六角を緩めてエア抜きを行います。その後外装を取り付けてチャンバーを取り付けました。純正チャンバー久々につけたんですけれど、改めて重さにびっくりしましたね。タンクは比較的状態が良いものを持ってたんでそのまま取り付けます。これ何年か前に買ったんですけれど、その当時で7、8000だった覚えがあるんで今の値段にびっくりですよね。それとタンクの錆が心配で、タンクとキャブの間に燃料フィルターをつけたりするのをよく見るんですけれど、 NSR の場合あんまりおすすめしませんね。というのもタンク側とキャブ側にストレーナーがついてるので、3つもつけると開けた時に流量が足りなくなると言われてます。でとりあえず完成したのでキックしてエンジンがかかるか確かめます。とりあえず問題なさそうだったんでエアクリとタンクを取り付けて完成です。ある程度部品があったんで完成にだいたい1ヶ月ぐらいでしたね。